30年前、元走り屋峠小僧でした。私メル、元走り屋で、当時は夜な夜な峠で AE86 を転がしていました。それが今では夜な夜な一人部屋に隠れては画面を使ってレーシングシミュレーターで走る毎日。レーシングシミュレーターでは当時のように峠を攻めたり、昔のように不当でドリフトしたり、広場でパイロンを追い込むドリフトの練習したり、教習所でドライビングの練習をしたり、世界中のサーキットも走れたり、オンライン上で世界中の知らない人と走ると、そんな走り屋だった当時以上の毎日を送っている。ここでシミュレーターを知らない人のためにレーシングシムのパーツをお伝えしておきます。まずはゲーミングパソコンとそれとパソコン用のシムアプリアセットコルサ。こちらは通常4980円で販売してますが、たまにセールをしていて6月28日までは205円で売られているようです。次にコックピットに移って、まずはハンドルコントローラー、通称ハンコン。こちらはダイレクトドライブと言われるもので、いろんなメーカーが出していますけど、私はシマジックというメーカーのものとモザというメーカーのもののどちらかを使ってます。これはダイレクトドライブと言われるものであれば、個人的に機能的にはさほど変わらないと思っています。費用的にはモザは Amazon で46,800円で売られていて、シマジックは Amazon で9万円ほどで売られてます。ただ私自身の感想はセッティング次第でさほど変わらないかなと。まずはお値打ちなものでスタートしてみるのもいいと思います。で、そのダイレクトドライブに装着するのが実車と同じくステアリングです。私は実車では車検に通らない35ファイをつけている。こちらは Amazon で5000円ほどのものを使用してます。次にギアシフト。ギアシフトは正直高価なものもありますが、ストリートをメインとした峠で走ったりドリフトで走るレベルであれば Amazon で5000円ほどで売られてるものでも十分と思ってます。ちなみに私はロジクールというメーカーで売られている9900円の G シフターというシフターを使ってますが、これが86らしからぬクイックシフトのため、あえて外付けのシフトノブやシフトブーツを履かせたりして実車の86のようなストロークにしたりしてます。次にサイドブレーキですが、いろんなものが出ていまして、お値打ちな5000円程度からのものもあります。次にペダル。ペダルはお値打ちなものも売られたりしていますが、実はブレーキペダルがとてもシビアです。ペダルなんて安いものでも変わらないでしょうと思うかもしれませんが、実はペダルが走るにおいてとても肝心な要素。最初は私も1年ほどは値打ちなペダルを使っていましたが、コーナー手前でブレーキ時簡単にロックをさせてしまうほど、そんなこともあり、私は現在はスラストマスターというメーカーのペダルを使用しています。費用的には Amazon で39,000円程度で売られていて、これが結構実車のようなブレーキペダルの踏み応えでとってもお気に入りのパーツです。次はコックピットで、これまで紹介したハンドルコントローラー類をデスクに装着することもできますが、
実車のような感覚を求めるのであれば、やはりレーシングコックピットは必須となります。私はストラッセというメーカーが出しているコックピットで、こちらも Amazon で59,800円で売られています。こちらもちょっと高くなってしまうので、お財布事情でといったところでしょうか。最後はモニターとなりますが、私は実車感覚の視野角に近づけたいため、モニター3台をつけておりますが、実はモニターを3台に増設するためには、パソコン側にグラフィックボードというものが必須となるため、費用がガツンと上がってしまいます。モニター自体は1台あたり15,000円ほどで売られているのですが、グラフィックボードは5万円ほどかそれ以上で売られてます。ちなみに私は ASUS の6万円ほどのものを使用しています。これもお財布事情となってきてしまうと思いますので、まずはモニター1台から気軽に始めてみるというのもありだと思います。ご覧の通り Amazon で一式揃えると総額35万円程度で揃えることもできます。ここまで揃えてしまえばあとは走るだけ。レーシングシミュレーターのアセットポルサでは走るコースも盛りだくさんですし、車のモジュールも盛りだくさんで、好きな車を選び放題。さらにその1台を独自にカスタムすることだって可能となります。このようにドノーマルな車をパソコンツールを使って、自分で当時転がしていた車だってその気になれば作れちゃう。レーシングシミュレーターのアセットポルサはあくまでもシミュレーター、ゲームではないのでゲームのようにゴールがあるわけでもありません。ただ単にドラテク工場だけに特化したシミュレーターなんです。当時を思い出しながら峠を走るのもよし、広場にパイロンを置いてドリフトの練習もよし、90年代を思い出しながら人でドリフトするのもよし、サーキットで走るのもよし、自分の走りを YouTube に動画アップするのもよし、一家に一台の走りやシミュレーターなのです。水面に浮かぶのは